皆さん、こんにちは。アメリカ生活楽じゃないナビゲーターの港です。本日の話題は、米海軍の新兵訓練、通称、ブートキャンプです。ブートキャンプにも色々あるようです。ブートキャンプというと、過酷で、森林で障害物を飛び越えたり、泥の中をほふ前進しているみたいなイメージを持っていませんか？はい、僕はそう思ってました。でも、海軍にいる友達、ジョシュアに聞いたところ、陸軍、海軍で、ブートキャンプといっても内容がかなり違ってくるようです。みんなが想像している過酷なブートキャンプは、陸軍がやるやつじゃないの、なんて、他人事のように言っていました。そういえば、ジョシュアは運動苦手な上、泳ぎも得意ではなかったはず。米海軍のブートキャンプは、イリノイ州シカゴ郊外の施設で、8週間にわたって行われます。ブートキャンプの訓練期間中に必要なものは支給されますので、スマホ、私服や私物を家に送り返さなければなりません。髪型は、女子はさほど、厳しくないのですが、男子は皆丸刈りになります。このブートキャンプでは、船舶全般の知識や、海上のルール、国際信号機など、基礎知識を学びます。ロープワークの結び方も忘れてはいけません。なんか、臨海学校のボート実習みたいで楽しそうですね。彼らは、ブートキャンプの最終試験に合格するまでは、リクルートと呼ばれます。もちろん、海軍らしい訓練もあります。水泳、45メートルを泳ぎ切ること。5分間うつ伏せ状態で浮いていること。3メートルの高さからの飛び込み。この訓練を一番心配している人が多いそうですが、かなり緩いですよね。ここアメリカの一般的な公立の小中高校には、なんと、スイミングプールがありません。ただし、暑い地域では、自宅にプールがあるリクルートもいますが、泳げなかったリクルートも多くいるため、この訓練のテストになかなか通らない人もいます。友人ジョシュアは、やはりほとんど泳げなかったため、ブートキャンプの前に水泳の個人レッスンを受けたそうです。その彼に、海軍で泳げないのってまずくない？と聞いたら、海で船から落ちたら、浮いていて助けを待つしかないだろ。助けに来たボートのところまで泳げればいいんだ、とのこと。その他は、約 2.4km を制限時間内に走る。腹筋と腕立て伏せは2分間に一定回数以上をこなすなどです。仕上げは、バトルステーション21という、アニメか、ゲームのような名前ですが、12時間がかりの最終テストです。ミサイル駆逐艦シミュレーターで、戦場の火災や浸水などで、非常時の対応が試されます。ハリウッドの映画特撮技術満載とのことで、なんだか楽しそうに聞こえます。このテストを無事に完了すると、今まで被っていたリクルートと刺繍されたキャップではなく、ネイビーと刺繍されたキャップが渡されます。卒業式は、全米から集まった彼らの家族が見守る中、催されます。卒業式の後に、やっとブートキャンプが始まる時に家族に送り返したスマホを家族から渡されます。この写真の一番後ろに立っている、黄色いアスコットタイをしているのは、同じく本日の卒業生です。何をする人たちかわかりますか？答えは、ボディスナッチャーです。一般的な意味は死体泥棒。でも、ここでの意味は、もちろん死体泥棒ではありません。スナッチには、掴むという意味があります。つまり、ボディを掴む人です。アメリカの一般的な学校では、朝礼はありませんから、卒業生たちは式典で長い時間経っているという経験がないのです。ボディスナッチャーたちは、クラッと来て倒れそうになった仲間を、すぐさまそばに行き、支える役なのです。卒業生は、その後、それぞれの担当職種の1ヶ月から2年の専門学校に移動となります。最後に、ネイビーセーラー、日本語で海軍水兵と、マリーン、日本語で海兵隊員の違いはわかりますか？セーラー、海軍水兵は、船や潜水艦を動かす人たち、つまりエンジニア集団です。マリーン、海兵隊員は、
上陸をし、敵と戦う兵士たちです。本日は、ご視聴ありがとうございました。高評価ボタンと、チャンネル登録の金運の豚のアメリカ国旗の貯金箱を押してください。よろしくお願いします。